どうも皆さん、カイトです。ゴシック調なメトロイドバニアザ・ラストフェイスをご存知でしょうか。こちらは2023年11月16日に任天堂スイッチ、PS5、Xbox、Steam でリリースされたゲームになります。早速ノーマルエンドで25時間ほどプレイしてクリアしたんですけど、ダークファンタジーの雰囲気抜群のメトロイドバニアでしたね。トゥルーエンドの条件は全て揃ってたんですけど、ある理由でいけなかったので後で説明します。カスタム要素抜群のゲームシステムにブラスフェマスを思わせる異形種の数々、緊張感のある戦闘や豊富な探索含めて結構面白かったです。今回はザ・ラストフェイスという作品をできるだけコンパクトに紹介します。では早速やっていきましょう。まずザ・ラストフェイスってなんじゃいって方いると思うんですけど、見た目の雰囲気がブラスフェマスっぽい感じで、てか勝手にブラスライクと総称しますが、主人公のエリックを操作して異形種を狩りまくりながら進む 2D アクションです。ストーリーは正直 NPC との会話が難解すぎてあんまし分かんなかったんですけど、囚われていたエリックが牢獄から抜け出して外に飛び出すと、世界は闇と混沌に包まれ、必死の思いで防寒に到着するが、中二病マックスのウキウキモードで各部位がうめき出し、この状態なんやねん、自分で解決してやんよみたいな感じですね。ゲームはノンリニアな探索スタイルで、部分強化のレベルアップによるステータスバフや、右手には多種多様の武器によるメインウェポン、左手には銃と魔法を装備できるサブウェポン、アイテムには個数回復や攻撃支援などあり、スティーグマというパリーやガードといった特殊装備スキル、お守りというバフ効果のパッシブなど、これらをメインにして戦闘を有利に進めていきます。拠点の館でレベルアップができ、ナイクラックスを使用して生命力、筋力、器用さ、精神力、直感と自分なりに育てることが可能です。この手のタイプとしては、生命力と筋力のガン積みが王道のセオリーで安定してくるので参考にしてみてください。ボタン操作によっては武器によるスキルや特殊スキルが使え、またある程度進むと武器自体に強化が可能です。それらが解放された瞬間は速攻で強化することをお勧めします。最初から回避ができるのも特徴で、攻撃をうまくヒットさせ、相手の攻撃をかわし、さらに追加攻撃というヒットアンダーウェイによる戦い方も戦術に組み込めますね。銃は弾数制限があるんですけど、エンカウント範囲外でのちみちみ攻撃はダメージ判定に入るんで、遠慮なく使って大丈夫です。オブジェクトを壊すとアイテムが大量に手に入るのもいい要素で、無駄に壊しまくっても意味があるのもかなりいい。また敵をある程度まで削ると特殊エフェクトが発動することがあり、ブラスライク特有の処刑ができたりもします。このエグさが好きでたまらないですが、ボス戦以外の処刑演出は普通に切ってとどめを刺すだけなので、通常攻撃と一緒です。アリノスマップでの探索はいつものメトロイドバニアの楽しさがあり、ダークファンタジーの世界観も相まって最高でしたね。回復とセーブができる機動隊でファストトラベルが利用可能なんで、基本的にはエリックを操作して異形種をバチバチに切り刻みながらナイクラックスをゲットし、針の一発デスにブチギレながらめちゃくちゃ強いボスに挑んでいきます。流れとしてはこんな感じ。次におすすめポイントになるんですけど、終盤近くまでは最高に楽しいメトロイドバニア。ディストピアの雰囲気が漂うダークファンタジーの世界ですでにめっちゃおもろいんですけど、何よりもソウルライクとメトロイドバニアの組み合わせはこのジャンルが好きな人には大いにハマるポイントかなと。若干重めな操作感でありつつも、確実に敵の攻撃を避けつつも剣で切っていく感覚は、遠くからの狙撃や魔法でデコっての戦闘とともにコツをつかめばある程度の火力でボコれるのも俺強えな体験が秀逸。またブラスライクという表現はストーリーの宗教感だけではなく、敵のフォルムは無印を連想させ、こういうエグさ待ってたねという感情が湧いてきます。ピクセルアートで描かれた緻密なゴシック調の外観も世界観への没入感を高めているのも良き。冒険の中で氷のエリアに到達するまでの迷いも楽しかったんですけど、異常に強いドラゴンボスに挑戦し、その難しさに歯応えを感じたことも、こういうリトライ性を求めてるねんって感じます。後で気づいたんですけど、実はルートを誤って先に進んでいたことが原因でしたね。それでもボスを打ち破った瞬間のテンションは最高潮でしたね。多彩な武器も使い勝手が良く、特に大剣を振り回すのが安定して強力でした。銃や魔法よりも剣を振るうムーブにはまり、被弾ダメージの大きさが緊張感あるバトルでプレイでき、最
最近のメトロイドバニアは珍しく雑魚モンスターの多様な攻撃パターンも飽きなかったんですよね。ほんまにこいつの攻撃だるすぎて切れかけましたが、またプレイヤーの技量に物を言わす場面で針による一発ですさらに切れかけました。クリアとしてはバッドエンド、ノーマルエンド、クリア率 88% で25時間ほどかかりましたが、トゥルーエンドまで行くつもりでいたんですけど、詳細は後でお話しします。終盤近くまでは結構面白かったですね。次に気になるポイントなんですけど、処理落ちとバグ。スイッチ版でプレイしてたせいかわかんないんですけど、ほんまに処理落ちとバグが結構目立ちました。まず処理落ちについてですが、ステージで雪が降るギミックがある街での処理落ちが絶対に発生します。これは雪に当たるとダメージ判定が入る処理で、システムが追いついていないのかなと思ってますね。あとはボス戦でも処理落ちがちらほらあり、スローベースの戦いで苦戦を強いられました。そしてバグについてなんですけど、隔離バトルで敵を倒しても扉が開かないバグや、宝箱を開けても中身が空での無報酬バグがありました。本来なら処理落ち含めて全て許容範囲でおすすめとしてはあげるんですけど、宝箱を開けても中身が空が事件でした。マジで事件。トゥルーエンド条件で紋章を集めるイベントがあるんですけど、ラスボスを倒した後にいくら探しても最後の1個が見つからず、なんやねんと調べてみたらすでに宝箱開けとるやんけと、空やったやんけと、さっとゲームを終了しました。バグが出る出ないは運要素もあるんで、もし宝箱が空になった場合はセーブする前に速攻でタイトルに戻ってやり直しましょう。カイトはこれにぶち当たってしまったので、これからプレイされる方は気に留めていただくといいかもしれません。1月下旬にはアップデが入るんで、多少なりとも改善されてほしい願望。ノーマルエンドまではクリアできたので、最終的には御の字でした。最後にまとめになるんですけど、ダークファンタジーのディストピアで中二病心くすぐられる腕のうずきを感じてほしい方にぜひプレイしてほしいのがザ・ラストフェイス。異形種のモンスターで5話要素を十分に感じつつも、無駄に処刑モードで興奮する。力こそ正義のムーブをかませたと調子に乗った瞬間に落下ですでブチギレる。この機会にぜひグラスライクなゲームにどっぷりと使ってみませんか。きっとスイッチ版の処理落ちの苦難さと謎の運要素ありきのバグに遭遇した時、絶句しながらも冷静にリセットしてゲームを再開すること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。